こんにちは、みえこです。今日はスクラップ布で作る小さなトートバッグの作り方をご紹介します。ミシンで簡単に作れるから一緒に作りましょう。バッグの中はこんな風になっていて、同じ布で底も作りました。横につけたリボンをほどくとちょっと大きめになってとても使いやすい大きさなんですよ。ではまずたくさん布を用意してください。6センチ ×6 センチ以上の大きさがあればどんな布でも使うことができます。このようにロータリーカッターなどを使って切ってください。そして薄い色と濃い色に分けます。このように薄い色、濃い色順番に並べて縫いつなぎます。また別の配列で薄い色じゃなくて濃い色、薄い色、あれわけが分からなくなりましたそして今度は薄い色と濃い色を2つずつセットします。そしてこれをミシンのそばに置いて全部一緒に縫います。次にこの2枚つないだものをまたつないで4枚にします。4枚に縫いつなぎます。4枚縫いつないだものに最後の1枚の布を縫い合わせます。別の配列で濃い色をつなぎ合わせるものも作ります。5枚ずつ縫いつないだものを一度に縫います。そして縫い終わった布にアイロンでプレスします。全部同じ方向に倒しても大丈夫ですよ。はい、このように8列ずつ作ります。キルト綿は70センチ ×26 センチを用意します。切り端から2センチのラインに線を引きます。そして先ほど縫い終わったものを一番上が濃いものと一番上が薄いものを合わせてキルト綿の上に留めて1センチの縫い代で縫います。開いてまた薄い色が一番上のものを合わせてまた1センチの縫い代で縫います。これをキルト綿の端まで16列全部縫い留めます。裏はこのようにできます。そして縫い終わったものにミシンでこのようにステッチをします。でも刺繍糸でこのように縫っても大丈夫です。どちらでも大丈夫です。端まで全部縫います。
刺繍糸で縫うとこのようにできます。そして片側の端のキルト綿を切ります。ここを目印に後で縫います。そして裏布を用意します。70センチ ×26 センチです。間に45センチのリボンを2本用意して挟みます。キルト綿のキルトをした縫った線の1センチ下のラインをミシンでこのように縫います。リボンを挟んでくださいね。次はバッグの持ち手を用意します。12センチ直径のものです。100均に行ったらこんな可愛いものが売っていました。これも使ってもなかなか可愛いのができそうですよ。布端を1センチに折って縫います。この丸い持ち手の中に布を入れて1センチの縫い代で布端を縫います。そのまま表に返します。そしてこれをまた半分に折ってキルト糸で大きい運針で3センチのところを縫い縮めます。するとこのようにできます。これを後でバッグに縫い付けます。縮めたのは8センチぐらいに縮めます。2つとも作ります。そして出来上がったものにピースの5個目のところを目印にこのようにバッグの持ち手の布の部分に留めて反対側は縫ったピースの左から6個目を目印にこれが真ん中に入るように針で留めます。これをキルト糸で縫い縮めたところをキルトトップに縫い留めます。しっかり縫い留めます。裏はこのようにできています。この持ち手の部分が動いて縫う時に邪魔になるので軽く留めてキルトトップの端を今度は横の部分を縫います。キルト綿の端の部分1センチのところを裏布まで全部縫います。
そして余分なキルト綿をこのように切り落とします。表に返すとこのようにできています。今度は底の部分を作ります。余分なキルト綿を切り落とします。続いて底の布を用意します。16センチ ×23 センチの布を2枚とキルト綿も同じ大きさで用意します。軽くキルトしますが、刺繍糸やミシンで縫っても大丈夫です。ミシンで縫うときはなるべく大きい運針でゆっくり縫ってください。そうするとズレが少ないです。縫い終わったものを15センチ ×20 センチに切ります。これを先ほど縫ったバッグの側面に縫い留めます。縫いつないだ角をまず合わせます。ピースワークした3個が側面、5個をまた横に合わせて3個が横に来るというサイズになってます。これを全部針で留めて1センチの縫い代で縫います。角の部分は縫いながらこのように切り込みを入れるときれいに縫うことができます。そして縫い終わった部分に裏布をこのように畳んでまつり縫いをします。でもどんな縫い方でも中に入って見えなくなるので縫い留めます。針で留めてから縫うときれいに縫うことができます。同じ色の糸で縫うと目立たなくてきれいに仕上がります。このように縫います。表に返すとほぼ完成です。それではバッグ入れ口の部分の裏布がずれてくるのでここで刺繍糸で留めてみます。もちろんミシンで縫っても大丈夫ですよ。完成しました。こんな風にできてます。ちょっと小さめで使いやすいトートバッグです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。